どうもこんにちは、ゆうきです。今日もね、楽しいギター機材を紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、じゃじゃん。これですね。こちらボックスのですね、超小型のヘッドアンプ MV50 のブティックというですね、アンプです。これもね、発売したのは結構前なんですけど、こちらの動画で紹介したこの NTS ですね、YouTube スクリーマーというのがありましたけど、これに YouTube というちっちゃい真空管が入ってましたけど、実はこいつもですね、ここですね、ここに書いてますけど、この YouTube を搭載した超小型のヘッドアンプです。すごいですよね。これでアンプなんですよ。しかも 50W のヘッドアンプなので、ボリュームも全然ライブで使えちゃうぐらいのアンプです。しっかりかなり大きい音が出ます。前からあったけど、結構ね、こういうもんってね、やっぱり大きなアンプには勝てないんじゃないかっていう勝手なね、思い込みがあったんですけど、実際手に入れてみたら非常にいい音でですね、とっても気に入ったので今日は紹介させていただきたいと思います。まずこれ、ヘッドアンプなんですけど、ヘッドアンプということはですね、プリアンプ部があって、音を増幅させるパワーアンプ部があります。例えばいつも動画収録してライブで使っているココのペダルトーンというプリアンプありますよね。こちらなんですけど、こちらですね、ココのペダルトーンという真空管プリアンプがあります。これ正真正銘の真空管のプリアンプで、この中にプリ管ですね、プリ管が4つ入っています。これでこのプリアンプ真空管で音を作って、ここからスタジオとかライブハウスのパワーアンプですね。スタジオとかだったらヘッドアンプのリターンから挿したりするんですけど、パワーアンプに挿して、でそのパワーアンプのパワー管を使って音を増幅してキャビネットから出力するっていうシステムなんですけど、なのでこいつはプリアンプなのでパワーアンプ入ってないんですよ。で、こいつはなんとパワーアンプもそのまま入ってるということになっています。なのでこのサイズですごいですよね。もちろんね、方式っていうのは違うんで、パワー管で音を増幅させるわけではないんですけど、プラス D パワーアンプで、真空管のパワーアンプとはまた違うんでしょうけど、非常にね、いい音がします。で、この YouTube 部分ですね、これと同じちっちゃい真空管が入っておりますので、そこで音を作ってあげるという感じですね。やっぱり真空管なので、トランジスタ系のアンプと違ってですね、その温かみだったりしっかりニュアンスだったりも出ますし、とてもね、いい感じで真空管アンプの好きだなっていうところがしっかり出てるので、とっても気に入りました。で、ヘッドアンプだったらどうしても家でね使おうと思ったら、うちにもねロッカーバーブ 100M2 っていうですね、オレンジのヘッドアンプがあるんですけど、でこれねめっちゃ使いたいんですけど、なかなかね家で鳴らせないっていうのも現状です。100W もあるんでね。で、じゃあスタジオとかライブハウスに持っていくかというと、やはりですね、とても大きくて重たい、運搬も搬入も大変ということで、なかなかね活躍の場面がないんですけれども、これだったらもうこのままギグバッグに突っ込んでですね、スタジオなりライブハウスで持っていけば、いつも家で弾いてる環境のいい音がそのままですね、外の現場で使えるっていうね、とってもお手軽にアンプを持ち込むことができるようになるポテンシャルをね秘めているアンプです。自宅使いでも便利なのがですね、ここですね、ヘッドホンアウトだったりラインアウトがついてます。同じなのでラインアウトしながらヘッドホンっていうことはできないんですけど、ヘッドホンアウトとラインアウトがついてます。でこちらにはですね、キャビネットシミュレーターがついているので、ラインから出した音でもちゃんと自然な音にしてくれる、キャビシミが搭載されています。であとはですね、キャビによる音の違いっていうのがありますけど、それをですね、この EQ、ディープとフラットがあるので、そのキャビネットに合わせた好きな音が出る方に設定してあげればいいと思います。でここですね、キャビネットに合わせてここオーム数も変えれるので、アテネーターとしても使えるかなと思います。なので音がねでかすぎたりしたらですね、これを下げてあげればいいので、その辺のね調整も自宅的にはとてもいいかなと思います。でそしてここですね、この赤いのがスピーカーアウトで、こいつからですねスピーカーケーブルを通ってキャビネットに行くというような感じになっております。で正面はねこんな感じで、とってもですねレトロチックでかっこいい仕様になってます。僕デザインこれめっちゃ好きですね。ここに VU メーターがついていたり、この鏡面仕上げのこのパネルですね、コントロールパネルがなんか非常にレトロチックでかっこいいですよね。ここにつまみもちっちゃいのがありまして、ブティックに関してはゲイントーンボリュームの3つですね。他にもですねいろんなシリーズがあるんですけど、そのシリーズによってこのつまみの名前は変わります。そしてここにインプットですね、ギターを挿すところでこういう感じになっています。で、このアンプ自体ですね5種類があるんですけど、今ね僕も3つほど所有しておりまして、これがブティック、そしてこれが
ハイゲインですね。このアンプだけでだいぶ歪むっていう感じですね。そしてロック。このロックに関しては結構マーシャル系の音が出るような仕様です。これもとってもいい音です。こんな感じで、あとはですね、ちょっと今品薄になってるみたいですけど、MV50 クリーンっていうですね、あんまり歪まないクリーンに特化したアンプと、あとは AC っていうですね、種類があります。その AC に関しては、ボックスの AC30 ですね、とか、ああいうボックスアンプの音を目指したアンプです。これもね、めっちゃいいんでね、ぜひね、あと2つも手に入れたいなと思っています。ダメですね。なんか収集癖が出ちゃいますよね。集めて並べたいという、この謎の欲が出てくるというね、ところも、もし皆さん共感される方がいたら、いいねでも押してくれたら嬉しいんですけど、集めたくなるし、なんなら5つあればですね、そのバンドやスタジオだったり、その現場によってですね、アンプをですね、変えていけるっていうのがね、それはこうやってね、手軽になった一つのメリットでもあるのかなと思います。例えば持ってるので言うと、バンドでスタジオですね、ロック持っていって、歪ませて音作ってたけど、もうちょっとアンプ自体に歪みがあった方がいいなとかいう場合だったりは、こうやってね、ハイゲイン、またちょっと音のキャラクターは全然違うんですけど、ハイゲイン持っていって、ちょっと深い歪みを得たりとかですね、あとはもしキャビネット2つ使えるんだったら、これ2個使って、エフェクターとかギターからですね、ステレオで出力して、2つアンプ鳴らすこともね、簡単にできると思います。という意味でもですね、非常にセッティングも持ち運びも簡単ということで、いろんなね、シチュエーションにですね、使えるようなアンプになってると思います。で、こんな感じのね、MV50 というですね、アンプなんですけど、今日はブティックをですね、見ていきたいと思います。ちなみに今日はですね、今自宅なので、このラインアウトからですね、ラインの音がどうなのかっていうのをね、見ていきたいと思います。で、また別途ですね、スタジオのキャビネットで大きな音を出したらどうなるかっていうことをですね、また別の機会にですね、収録して、また別の動画で上げたいと思います。本日はね、このボックスのですね、MV50 ブティックがですね、ラインでどういう音が出るのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい、ということでね、ボックスの MV50 のブティックですね、こちらの音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 にですね、直接 MV50 のブティックにつないでおります。そしてアウトプットですね、ラインアウト&ヘッドホンアウトからラインで収録しております。ではまずですね、これ今オフの状態なので、スイッチオンですね、スタンバイがあるんですけど、こちら後ろカチッとするとオンになります。かっこいいですよね。VU メーターがオレンジになったのがお分かりいただけたかと思いますが、これで音が鳴る状態です。ちょっと見にくいんですけど、ボリューム、トーン、ゲインとありまして、ボリュームを上げていって、で、ゲインと調整して、で、トーンでハイを調整していくみたいな感じになります。で、上の YouTube ですね。ちょっと見えますかね、この青く光ってます。めちゃくちゃかっこいいです。12時で鳴らしてみたいと思います。ギターはギブソンの ES335 のリアピックアップです。めっちゃ良くないですか？めちゃくちゃ気に入ってるんですけど、センターだとこういう感じで、フロントだとこんな感じです。335の特性がちょっと出てるんですけど、こんな感じのイメージです。今いい感じでですね、アンプが歪んでる感じなので、ちょっとクリーンを作りたいと思います。こっちの原因を下げていって、で、ボリュームが下がった分、こちらのボリュームを上げてあげると。よくないですか？めっちゃいい感じです。なんかちゃんとね、真空管の良さが出てますよね。この感じがね、めちゃくちゃ気持ちいいです。じゃあもう一回ちょっと12時に戻して、トーンを上げるとですね、こういうのが、ちょっと極端になりますけど、こんな感じにシャリシャリしていく方向ですね。ゼロにすると、モコモコしていくような感じになります。本当にね、これだけです。とってもシンプルです。例えば、ゲインマックスで、ちょっとボリュームは調整しますが、歪ませてる場合だと、ここまで歪ませることができます。はい。アンプだけでこんぐらいね、歪みますので、こ
こんな感じで歪ませることができます。僕はね、このアンプに関しては、そうですね、ちょっとクランチぐらいです。優しく弾いたらクリーンだけど、強く弾いたら歪むみたいなセッティングが好きです。いいですね。とっても気持ちいいですね。ではですね、音はこんな感じなんですけど、じゃあこれにですね、ちょっとエフェクターを入れてみたいなと思います。これですね、ワンコントロールのリバーブですね。この動画で紹介したワンコントロールのリバーブですね。全体にですね、つけてみたいと思います。一旦リバーブなしで、もう一回。これにリバーブを入れます。アンプの前に置いているので、ちょっと歪みはなしにして、クリーンで音聞いてみたいと思います。いいですね。ちょっとエフェクトレベルとかディケイとかちょっと上げてみてですね、エグめにかけてみます。やっぱり結構ね、このボックスアンプがね、音はっきりしてるんで、リバーブしっかりかけてもね、とてもいい感じになってくれます。はい。こんな感じでね、いかがだったでしょうか。MV50 のね、LINE の音を聞いてもらいましたけど、やっぱりね、とってもいいですね。キャビネットシミュレーターの音もですね、とてもいいので、家練習で、ヘッドホンを使ってこれで練習するとかでもね、全然ありだなと思いました。あとはですね、ゲインコントロールとボリュームの感じですね。この辺も本当にアンプらしくてですね、ゲインを上げながらボリュームを落としてですね、クランチを作っていくとか、あとはもうゲインは落としちゃって、ボリュームを上げて歪まない音にしてエフェクターで歪ませるとか、そういう使い方ができるので、これ1台でですね、結構いろいろ使えるんじゃないかなと思いました。ゲインとボリュームね、フルアップにしたら結構それも歪むんで、それなりに歪むアンプとしても使えるのかなと思いました。っていう感じでね、今回はボックスの MV50 の音でした。はい。いかがだったでしょうか。これ、どうですか？すごくないですか？本当にめっちゃ気持ちよくて、家でずっと弾いてられます。本当に楽しいです。音もね、ちゃんと真空管のちゃんと YouTube の音がするし、これだったらちょっとあんまり歪まないセッティングにしておいて、前にリバーブを置いたりしてもいいですし、とってもいいですね。アンプ自体もですね、ゲイン上げていけばですね、結構歪みますので、僕が好きなちょっとクランチぐらいのセッティングにして、強く弾いたら歪んで、優しく弾いたらクリーンになるぐらいのセッティングにしておいてですね、前にですね、歪みペダルを置いて、歪みがもっと欲しいときはブースターで使って、みたいなこともね、できますので、めちゃめちゃいいですね。これ、アンプの上にね、ぴょこんって置いておいてもいいですけど、長いスピーカーケーブルを引っ張ってきて、エフェクターボードとかに組み込んでもですね、全然問題ないんじゃないかなと思います。ちゃんとちっちゃいし、足元で全部音作りができるので、とてもセッティングが楽だし、自宅でもね、同じセッティングで弾けるので、ボードに組み込むのはね、非常にありかなと思います。一つ、気になることは、気になるってことではないんですけど、センドリターンとかがないので、アンプで歪ませようと思ったり、歪みの後ろにですね、プリアンプの後ろに何かエフェクターを置くことは、できないというところはありますよね。これとか、リバーブですけど、こういうちっちゃいリバーブを例えばプリアンプの後ろに置いてちょっとクランチで歪んだ音の後ろにリバーブを置くみたいなことはねできないので、前段にリバーブを置くとかそういう感じになるのかなと思います。そういう面ではね、歪まないクリーンを持ってきてその前にリバーブを置いてその前に歪みエフェクターを置くみたいなねことをするとね、すごく使い勝手はいいのかなと思いました。あとはですね、専用のねスピーカーキャビネットっていうのも売ってますので BC108 っていうのと BC112 っていうね専用のスピーカーキャビネットが売って
ってます。それね、僕も持ってないんですけど、他の人の動画を見るとかなり良さそうなので、大きな音で歪みとか鳴らすと、パワーがどんだけ伝わるかちょっとわかんないんですけど、クリーンで聴いてる分にはとってもいい音がするので、ぜひね、興味ある方、購入検討してみてください。概要欄にですね、このキャビネットの詳細のリンクを貼っておきますので、ぜひね、そこから見てご検討いただければなと思います。またね、このボックスの MV50 のですね、リンクも貼ってますので、気になるよって方はですね、そちらからぜひ詳細確認してですね、購入検討してみてください。で、ボックスはね、結構ね、こういうね、なんか革新的な製品を作ってくるのがすごく面白いですよね。ギターだったらモデリングギターとかもやってますし、いろんな面白い製品がありますんで、なんかとってもね、いいメーカーだなと思いました。AC30 とかクラシカルなものをちゃんと作りながら、新しい技術も取り入れて、どんどん新しいことに挑戦して、ギタリストのね、ニーズに応えようとしてる感じがね、とっても好印象でね、この MV50 触ってみてね、ボックスがすごく好きになりました。いや、いいですよね、ボックス。こんな感じでね、ボックスの MV50 見てきましたけど、これからもね、MV50 の他のシリーズだったり、アンプでキャビネットに鳴らしてみたシリーズとかもね、やっていこうと思いますので、興味ある方はね、チャンネル登録していただいて、また別のね、MV50 のね、動画を待っていただければなと思います。僕の動画ではね、こういう感じでアンプの話だったり、エフェクターの話だったり、ギターの話だったり、バンドマンのエフェクターボードの話なんかもね、やっておりますのでね、ぜひね、興味ある方はこの機会にチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いできるととっても嬉しいです。ということでね、本日はボックスの MV50 の紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、ゆうきでした。